こんにちは、みやぶんぶんです。2023年ももう終わりが近づいてまいりました。ということで今回は2023年のベストバイご紹介させていただこうと思います。置物関係のものからメイク用品だったり、私が今年本当に買ってよかったなと思うものをご紹介できればと思います。それではどうぞ。まず一つ目はこちら、じゃじゃん、お草履でございます。こちらはウィングさんで購入させていただきました。足首が弱くて草履履けないんですっていうことを生放送とかで喋らせていただいたんですけど、なんと履くようになりました。すごい変わり身ですね。なぜ履けたかというと、こちらじゃん、ここが薄くて高いとやっぱコケって私足首が弱いので外側にコケちゃうんですね。なのでそれがない、なんか安定感があってなかったです。で、あと天然の素材がちょっとなんて言うんだろうな、ちょっとザラザラしてるというか、これでなかなか滑りにくいかったです。なのでコケってなることも少なくて、これでもうガシガシ旅行中とかこれ1日履いても全然大丈夫でした。これで私もお草履履けるんだと思って、もう諦めてたので、履けるんだと思ってすごい嬉しくなっちゃって、もうこれはベストバイでした。もうモストベストバイかもしれない、もしかしたら。かわいいですよね。これはこれからも大事に履いていきたいなって思ってます。本当に感謝。私の人生を変えてくれたお草履ちゃんです。なので、もしお草履苦手なんですよねっていうお方いらっしゃったら、低かったりここがあんまり滑らない感じの素材のものを試していただけるといいんじゃないかなと思います。草履初めての方にもね、すごいおすすめしたい、私は。ということで、まず1個目はこちらの草履でした。2つ目はこちらです。これはヤマトさんのフィット腰紐です。この部分がゴムになっていて、ちょっと滑りにくい素材になっています。これは前動画も出させていただいたんですけれども、襟の角度をピシッと決めるのにすごい使えるなと思った腰紐です。どうしても着物って襟が崩れやすいというか、私特に肩掛けのカバンとかを着物でもよくかけるので、どうしても崩れやすかったのでちょっと悩んでたんですが、それを解決してくれたのがこれでした。これでピタッと前の方の合わせを止めてくれるので、理想の襟の角度で今キープされております。ヤマトさんのやつじゃなくてもスズロ腰紐かなで出てる、同じようなのが出てるみたいなので、この襟の合わせだけじゃなくて、この普通の腰紐の位置で使う紐としてもとても優秀。上前とかがだんだん落ちてきちゃうみたいなことがないので、とてもおすすめです。ぜひお試しあれです。続きましてのベストバイはこちらです。じゃん。こちらはアンティークのおじや、麻のおじやでございます。これは丸窓の家さんで購入させていただきました。これはもうとにかく涼しくて、もう今年めちゃくちゃ暑かったですよね。しかも暑い期間がすっごい長かったので、もう耐えられないと思って、浴衣も私綿のが多かったので、持ってるのが本当にもうダメかも夏と思ってたんですが、これは涼しい、とっても涼しいです。本当に真夏に鎌倉にアジサイとか見に行って、長時間暑い中外にいたんですが、これだったらもう行けました。外。しかもこれがちょっとプチプラだったんですよ。サイズがちょっとちっちゃかったりとか汚れがあるからだったと思うんですけど、
もうこんないいものがこのお値段で買えるんですかと思って感動の嵐でした。この柄もすごい気に入ってて、黒っぽいのが似合うなと思っております。黒と赤が。なので夏暑すぎてお着物諦めてたよっていう方多分ねいらっしゃると思う。私もこれがなかったら多分諦めてました。来年もきっとすごい暑いと思うので、おじやチャレンジいかがですか皆様。もし持ってない方がいたら。で特にアンティークのおじやがすごく涼しいという噂をお聞きしました私。なのでね狙い目です、アンティークのおじや。ぜひぜひ探してみてくださいませ。続きましてのベストバイはこちらです。じゃん。こちらはこんなや源兵衛さんの芭蕉風の帯です。もうこれも夏物です。芭蕉っていう素材からできてて、とっても軽くて、もう本当にこんなんです。軽くて、そしてもうこれは向こう側がね見えるんですよ。軽くてとても涼しいです。風通しが良いです。もう風が吹いたらひょーっていきます。で軽くて薄いってなるとペラペラかなって思うんですけど、すっごい張りがあるんですよね。なのでこの薄さと軽さでも帯がへたれたりとかしないので、これは帯板しないで綺麗に着れると思います。なので帯板の分も暑さを軽減できるということ、とっても涼しいということです。なので私はこれとこれを合わせて夏を乗り切りました。じゃじゃーん。これがなんかこの布がね織り込まれていて、これもすごい可愛いなと思って買わせていただきました。これは富士工房さんのオンラインショップで買わせていただきました。半幅なんですけど、ちょっと幅は太い感じかなと思います。17センチぐらいありそうだなと思ってます。なので私角帯がいいなと思ってたんですけど、今年はなんかあんまり角帯が出なかったみたいでね、ちょっとだんだん作れるものも少なくなってきてるみたいで、ちょっと来年もね色違いやつとか欲しいなって思ってるんですけど、出るかどうかお願いします。こんな屋さんお願いします続いてのベストバイはこちらです。じゃん。こちらはメイク用品ですね。アイシャドウです。両方。こっちはスックのシグニチャーカラーアイズ131立夏です。こちら冬の限定品かな、限定コスメとなっていまして、めちゃくちゃ可愛くないですか？これ見えるかな？このキラキラ、全部キラキラなんですよ。でこれセットでアイライナーもついていまして、ほい、こちらのアイライナーが水色なんです。で今私つけてて見えるかな？こんな感じです。でまずこのベースのカラーをまぶた全体にのせて、で上の方だけこちらをのせて、で次にこのメインのピンクのカラーをここら辺とか二重幅くらいにのせて、でその次にアイライナーでアイライン引くんですよ。でその上からこの青いシャドウをアイライナーの上にかぶせるっていうやり方がいいですよって私はお店のお姉さんに教えてもらったので、その通りにやっております。めちゃくちゃキラキラで、なかなかマットなシャドウとかが流行ってたかなって思うので、こんなにキラキラなんだと思って、多分 Y2K とか流行ってきたからキラキラもねまた再流行してるのかなと思うんですけど、なんかね気分が明るくなります見えるかな？でもこの青の色味がすごい気に入ってて、アイラインの色は実際こんなもうちょっと明るいんですけど、さっきの水色のここのシャドウを重ねることでこういったなんか深みのあるような可愛い青色になります。で青だから浮くかなって思ってたんですけど、なんか全然そんな感じ私にはしてないです個人の感想ですけど、なのでぜひねこれはおすすめしたいなと思いました。でスックの
アイシャドウを他にも今年初めて買ってみて、すっごい発色が良かったので、アイシャドウの発色があんまりもうしないんですっていう方とか、ぜひスック試していただきたいなと思います。そしてこちらが韓国コスメのデイジークっていうアイシャドウです。スックとは違って結構淡い色味ですかね。陰影メイクっていう感じのパレットになってます。これがデイジークシャドウパレット16バイオレットニットっていうものです。で、アイシャドウって実際に試してみないと買うの怖いなってちょっと思ってたんですけど、これはネットで買ったんですね。なんでかっていうと、ここのデイジークっていうブランドさんがパーソナルカラー別で、例えばブルベ冬だったらこちらのニットのパレットがいいですよとか教えてくれていて、それで買ってみたら自分のパーソナルカラーと合ったシャドウを選ぶとすごいいい感じになりました。私はブルーベースなので夏と冬を両方結構買ってみて、ただこの冬のパレットなんですけど、このバイオレットニットっていうのはこれがね、すごくほんのりの色味なんですけど、それがいいというか、それがおしゃれだったかなって思いました。これで目元をすっきり仕上げてリップを主役にするとかいうメイクを今年は楽しんでおりました。これすっごいいいです。本当に淡い感じなので、あんまり高発色のアイシャドウ苦手なんですとか、デイリーにすごいパッと手に取れるアイシャドウが欲しくてっていう方はぜひね、このデイジークおすすめです。もしご自分のパーソナルカラーがわかる方だったら、その自分のパーソナルカラーに合ったパレットを買ってみるといいんじゃないかなと思っております。私のおすすめはこの16のバイオレットニットです。これはブルベ冬向きです。そしてメイク関連で言うともう一つ、じゃーん、こちらです。ブラシ。私今年からメイクがすごい好きになってきて、でやっぱりアイシャドウとか今まで付属のチップとか指でやってたんですけど、あんまりうまくいかなかったなという記憶があったので、ブラシを投入しました。こちらのすごい斜めにカットされてるやつが資生堂のブラシ。ちょっと番号とかわかんないな。はい、ブラシちょっと載せときますね、ここら辺に番号とかは。これがアイシャドウすっごいいいです。今日もアイシャドウ全部これで塗りました。角度によって狭いところがいい感じにできたりとか、広い面はここの面を全部使ってヒャーってこうお菓子とかもうまくできる感じで、これはね1本あればこれでうまくメイクできるようになると信じてます私はこれでメイクちょっと楽しくなりました。でこちらはディオールの24番の筆となってます。平筆みたいなやつです。こういう感じで、これは何に使ってるかというと、シャドウをアイライン代わりに引く時によく使ってます。例えばこういう濃い茶色の色をこうやってこれで取ってアイライン代わりにすると影みたいな感じでアイラインが入ってくれるので、きつすぎず、ただちゃんと効果は出るみたいな感じで、それがすごく今年気に入ってよくやってました。でこれで本当にシャーってこの筆をそのまま伸ばしたいところまでポンって置くだけなので、めちゃくちゃ引くのが楽でおすすめです。別にねディーブルじゃなくても平筆いっぱい他にも出てると思うので、アイシャドウのこの濃い色とかでアイラインやるのすごいおすすめです。今年私来年も多分いっぱいやってると思う。特にデイリーの時にやってるので、ナチュラルなメイクしたいなって方にはぜひ試してみていただきたいです。ということで今年の私の皆様におすすめしたいベストバイはこちらの12345個かな、わかんないけどこれです。すいません、紐を忘れてました。紐もね大事ですからね。こちらは本当にお着物の皆様はぜひという感じのもの。皆様の2023年買って良かったものとかもぜひぜひコメントとかで教えてくださると嬉しいです。来年の買い物の参考にさせていただきます。それでは今回の動画は以上で終了となります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。2023年もありがとうございました。